カゲームやスイカゲーム。なるほどね。ダイエットって言ってるでしょ。いいでカゴ入れる？水切りヨーグルトを食べます。最近ちょっとほんまに食べ過ぎてたからこの水切りヨーグルトを朝兼お昼ご飯にします。昨日もねめっちゃ食べたね。だからリセット飯って感じです。このねユダヨーグルトっていうヨーグルトを使った水切りヨーグルトがね美味しい。カンコレもね食欲をね抑えてたっていうかちょっとご飯を気にしてたんやけど、友達に会うたびにさ、カンコレ終わったやろいっぱい食べなみたいな感じで言ってくれるから、それまで頑張ったからいっぱい食べなみたいな言葉に甘えて毎回外食するたびいっぱい食べてたらちょっとさ、このズボン入ってたらあんま分からんかもやけどお腹とか出てきたからちょっとリセットです。これはねお母さんが作った糖質の少ない砂糖で作られたやつです。いただきます。食べ過ぎるのをね何週間もずっと続けてたらそれが脂肪としてついてまうねんけど、このリセット期間を設けたら私的にまた体重が元に戻るのね。だから食べ過ぎた時にこう体重がちょっと増えるじゃん。その体重でずっといてしまわないようにこうリセットする期間は毎回設けてるかも。食べ過ぎたら。てか今日本にいるんですけど、今家に誰もおらんくて一人です。最近の食べ過ぎエピソード言ったら、友達とこの前もつ鍋を食べに行ったのね。もつ鍋食べて、フライドポテト食べて、唐揚げ食べて、さつまいもスティック食べて、その後にドライブしてアイスを食べに行ったのね。なんかこんぐらいのカップのやつ、ソフトクリームが満パン入って、その上になんか黒蜜みたいな白玉とか乗ってるカロリー爆弾なアイスクリーム食べて、その次にまたお寿司屋さん行ってお寿司大量に食べて、ポテト食べて、アイスクリーム食べて、ブリュレ食べて、ココアアイスみたいなのも食べてみたいな。食べ過ぎでね、実家におったら美味しいもんめっちゃ出てくるねんな。こうただ座ってるだけでさ、美味しいご飯が朝昼って出てきて、私カンコレの前とかはお昼とかはスイカジュースとかそういう果物とかにしてたのね。だからこう朝も昼も炭水化物食べるとかいうことがなかったから、そういうのを今1週間ちょいぐらいしてるんですけど、はいっていう感じやから。じゃじゃん、お昼はこれにします。これね私普段から飲んでるフードオロジーのゼリータイプなんですけど、いつもね赤色のやつを飲んでて、それは前も紹介したことあるんですけど何回か。こっちね新しいねぶどう味っていうのが出たみたいで、これを最近は飲んでます。赤色のやつが体脂肪とか炭水化物を気にしてる方向けなんですけど、こっちがね腸の働きをね整える系のゼリーになってます。お通じを良くする系のゼリーですね。ガルシニアカンボジアエキスっていうのが入ってるらしい。いただきます。前も言ったけど小腹空いた時とかにお菓子じゃなくてダイエット中とか気にしてる時はこういうのを食べたりしてます。だからそういう間食の代わりに食べれるぐらいの味です。これねなんかお腹の活動をサポートしてくれる系らしいんですけど、なんかほんまになんやろな、腸の中とか見えるもんじゃないからさ分からんけど効果はねちゃんと感じます。なんかお母さんとかも私はおすすめしてから旅行のたんびに買いだめてる。お母さんの妹もマネージャーもやばすぎ。なんか韓国はこういう系のやつめっちゃ多いんですけど、私はほんまにこのブランド大好きで普段からずっと愛用しています。韓国来てからねこんなんいろいろ飲み始めたの。韓食美味しい普通に。でちょっと今ボーイフレンド見てたんですけど、ボーイフレンドあれやばくない？ボーイフレンドっていうのが恋愛リアリティ番組なんやけど、普通の恋愛リアリティと違うのが
この出てる人がみんな男性なのね。で全員が恋愛対象が男性っていう、そういう中で生まれていく恋愛を見るっていうことが今まで一回もなかったじゃん。一回もなかったけど、そういう新しい恋愛リアリティ番組があるっていうのをまあ知ってて、で友達とかも面白いっていうから見てるんですけど、もうほんまにやばい、めっちゃおもろい。とにかくそれがほんまにおもろくて、見た人全員と語りたいぐらい面白いんですけど、いつも一人やけど家族4人分作ろうと思ったらなんかすごい量なんですけど、煮物1枚入れます。これだけでいいってこと？うん、ほんまは水いるんやんな。うん、いる。じゃらーん、いただきます。ご飯、冷やし茶蒸し、肉じゃが、酢の物。これは焦げてるんじゃないです。最強焼きです。ちょっと焦げてるけどさっきの最強焼き。いただきます。ねえ、美味しそう。やばい。やっぱ和食だよねっていう話。美味しい。冷やし茶蒸しです。量多い、もしかして。あ、こういう感じね。卵豆腐ね。卵豆腐ほぼ。私の大好きな鮭。どう？娘と食べるご飯いい？いいよ。そういや。うちなの。男子がいないんです。男子おらんとき静かやね。確かに。いつも何してんの？何してんねろ。スイカゲームや、スイカゲーム。何よ。やっけかやん、スイカゲーム。じゃあ今なんか数字合わせるゲームやってる。うん。おいしい。これおろしダブルショットいただきますね。何の効果追加されてんねんな。これ中にビタミンとかも入ってるらしい。だから栄養もあるらしいで。そうこれはこの上に錠剤が入ってて、こっちが液っていうやつですね。このビタミンとかの一緒のタイプ、これ系は効果がいい感じのが多いので、これも期待です。ザクロ味らしい。ゼリーと一緒らしい。これはあれらしいんで、私みたいにお腹周り気になる方とかにいいらしいんであと食後の血糖値ね、そっち系らしい。あ、そっち系、食後の血糖値。食後の血糖値やから多分お母様もお母さんいるよこれ食後の血糖値お腹の周りやからお母さん買った方がいい。これは1日1回ということで、ダイエットサポート。日本のスーパーナウです。 with 母with オンマカロリーオフの何やっけ、グルテンフリーのシリアル。グルテンフリーのシリアルを探しております。ですか？これがグルテンフリーな。美味しそうやで。チョコ？そう、チョコとイチゴこれ一番美味しい。そう。これ買おう。高いな。ヨーグルトと一緒。いいね、するで1200円。これでめっちゃ高いよ。それは美味しくなかったら困るよ。成城石井焼きクロワッサン。成城石井にもあります。これ韓国やん。焼いたクロワッサン美味しいんかなけど。ダイエットって言ってるでしょ。ビールかご入れる？置く？どうする？置いた。クロワッサンなくなった。右も左も開催部。最終
この並びでサラダ選んだほんまに偉いと思いますサラダチャンネルです。これコストコでよくあるやつ、トルティーヤとトルティーヤ海の幸サラダ。海の幸サラダ。これは私の大好きなアボカドです。3キロちょっとだね。今日はね野菜にね戻していこうっていう感じです。いただきます。美味しい？これ皮美味しい。皮美味しい。うん柔らかいな。これヒット商品やな。お菓子とかやめよう今日は。アボカド食べ過ぎだから、じゃあ食べてみマジる。それ食べてみる。食べてみよう。アボカドの木植えたのにな。盗まれたんや。どういうことアボカド好きやかアボカドって木ら。気になる実植えたん植えた。盗まれた。でもこれぐらいまで成長しちゃったどういうよな。ことささみ梅しとおはようございます。今日は朝これオロジーカットダイエット乳酸菌ってやつです。これは1日2カプセルを朝ごはんの前に飲むって感じです。1日1回。上手やから味はないです。ダイエットをサポートしてくれる乳酸菌みたいな感じで、乳酸菌やから腸内健康とダイエットをサポートしてくれるみたいな感じのやつです。これ乳酸菌を生きたままにしてくれるみたいな、なんかちょっとね特殊な入れ物らしい。ダイエットのさ乳酸菌ってあんまり見たことないよな。てか初めて見たんですけど、私は韓国のねヤクルトで開発されたダイエット乳酸菌ってことで飲んでみるんですけど、腸内環境のねサポートをしっかりしてくれるから、ダイエット中のね便秘の心配とかがないみたいな感じの効果があるみたいです。これはね今回初めてのもので楽しみです。だからネットフリックスのボーイフレンド一瞬で見終わって、次地面師ってやつも見てるんですけど、グロいね。あれめっちゃグロい。私グロいのあんま得意じゃないので、ほんまにグロい。面白いんやけどグロい。いくよ。いけるわな、そのスイカ。あ、めっちゃやるかいよ。美味しそう。マンホー。そう、せん。アイスミルクコーヒーください。はい。お父様とどちらにぶとうで。はい。雨と触れてたらな。うん、もう。もうユッケン。おいしい。数日でこんなお腹出しまで着れるようになりました。오랜만인 것 같지? 왜 이렇게 헬스클럽? 최근에 제가 헬스클럽 말고じゃじゃーん。
ハンバーグを丸めたのでこれを焼いていきます。今日は豆腐ハンバーグとサラダもあります。いただきます。豆腐ハンバーグちょっとタレをね出しすぎた。牛よりさっぱりしてるから美味しいね。てか今回1週間ぐらいこのフードロジーを飲みながら、ダイエットしてみて、お腹周りはね結構すっきりしたかなっていう感じがする。でダイエットサプリもそうやし、化粧品とかスキンケアでもそうやけど、やっぱ人に合う合わんってあるから、全員に食べたら痩せますとかそんなんは言えんやんけど、フードロジーは韓国でもめっちゃ有名なブランドやし、私も韓国のダイエットサプリって何がいいんやろうって思った時に調べて、一番最初に出てきたのがこの赤色の箱のやつで、そっから買い始めて、他のもね飲んでみたりしたんですけど、このねフードロジーはやっぱね効果をちゃんと感じるからおすすめです。